けましておめでとうございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。昨年の24日、クリスマスイブの日、サンタに扮装して子供たちにプレゼントを渡しに行ったんですけれど、まあバレずに済みました。ただ一つだけ最後の最後に痛恨のミスを犯してしまいました。声でバレるんじゃないかなと思って、この目元の周りとかにほくろとかシミとかをいっぱいこうつけてったんですね。化粧道具借りて。その状態で登場して、また来年来るからねって言って、急いで工房まで戻ってきて、サンタの洋服脱いで、ダーッつってこう戻ったんですね。お父さん、サンタさん今お見送りしてきたから、もうサンタさん行っちゃったよって言って子供たちの前に登場したんですよ。そしたら、あって言われて、お顔に何かついてるって化粧を落とし忘れました。もう本当に頭真っ白になって、カーって感じですね。もう顔から火が出るぐらいどうしようっていう感じで、急いで、これねってこうやってやったら、余計なんか茶色くなっちゃったらしくて、なんかおかしいって言って笑ってましたね。とりあえず言い訳として、いやちょっとね、お父さんお仕事があったからね、工房でペイントがね、バンって目にこうついちゃったんだよねって言ったら、そうなんだって言って、納得してました。大丈夫かなと思ったんですけれど、翌朝もう一回言ってましたね。お父さんなんであんな顔だったのって。楽しい夜を過ごしたんですけれど、もう完璧だと思ってたのに、そのミスを犯したことですごいへこみましたね。あんなにへこんだのは久しぶりかなっていうぐらいへこみました。はい。ということで、年明け一発目は質問&リクエストフォームから取り上げたいと思います。どうぞ。いつも楽しく拝見しています。リペアマンさんの道具の使い方を教えてください。具体的にはドライバー、レンチ、ペンチなど締める、緩めるの道具です。自分で電装系の交換やセットアップをするのですが、いつもドライバーを回す際にドライバー先がネジから外れ落ちてボディを上からコツンと叩いてしまいます。また工具をボディの上に落としたりもします。やるたびに大小の傷がついてしまいます。リペアマンにこれはご法度なはずなので特殊な使い方があるのかと思いました。よろしくお願いいたします。はい。いわゆるボンミスですよね。私もそうですね、20代の頃はこれ何度か経験してます。ネジを締めたり緩めたりするときにネジの先端からドライバーがこう外れてしまってボディの上にコツンってこう打痕をつけてしまったことっていうのは何度かあります。苦い経験ですね。たまたまね、私の場合は何かのパーツで隠れる部分だったりとかしてお客さんにそのことを伝えて申し訳ありませんでしたっていう形で謝罪をしたりとかね、そういう経験はありますね。これに関しては、注意するしかないんですけれど、ちょっと具体的に私がいつもやる方法をご紹介しますので、ちょっとこれを見てみてください。私は右利きなんで、右手でこう回します。左手はドライバーの先端部分ですね。ここをこうもうギュッと握る感じで、たとえこの右手の回す部分がこう手がこう離れたとしても、ここで支えられるぐらいの感覚でこうやって回してます。で、そうすると、たとえ仮にこの先端がこうずれたとしても絶対こうボディに当たることはめったにというかないんですよね。ほとんどよほどのことがない限り、両手でねこういう風な感じでやろうとするとどうしてもここの支点となる部分で支えがないので、ちょっとした弾みでこうずれたりこう外れたりするとコツンっていうことになるんですよね。これが一つのテクニックですね。で、あと締め付ける際に電動ドライバー使ってますけれど、締め付ける際には必ず締め付ける前に逆回転に半回転ぐらいしてます。で、その後に電動ドライバーで締め込むようにしてます。
でそのようにするとほとんどそのネジ山を崩すことなく元のネジ山通りに締め付けることが可能ですね。自分の使い慣れた電動ドライバーであれば感覚でね、わかるんですよ。あ、これネジ山合ってないなっていうのが。その時はそこでストップしてすぐにもう一回全部外して、でネジ山を合わせてからもう一度締め込むようにしてます。例えばネックジョイントの部分とかそういったでっかい木ネジが使われている部分っていうのは最初はこう手でネジ山の段差にこう合わせてから後で電動ドライバーを使うとか、そういう風にしてます。とにかくもうこういうネジを回す時っていうのは工具をそのボディの上に落とすっていうことは絶対あってはならないので、右手に集中してます。何があろうとこれは落とさないっていうね。左手でこうサポートをしてあげて、それで緩める、締めるっていうことをします。で、それからもう一つ。もし仮にドライバーの先端が塗装面にコツンってこう当たってしまって凹みができた場合、リカバーする方法としては、ラッカー塗装なんであれば、クリアコート、トップコートですね。クリアラッカーを爪楊枝で1日3、4滴ぐらい垂らしていくんですよ。その打痕の部分が完全に埋まって上に盛られるぐらいまでなったら乾燥させて水研ぎをしてからバフィング、艶出しですね、を行えばある程度リカバリーはできます。ポリ塗装の場合はアロンアルファが使えます。鉄鋼用のサラサラのアロンアルファを同じく爪楊枝かなんかでこうほんのちょっと垂らして、決してね、そこで硬化促進剤を使っちゃダメです。で、硬化促進剤を吹いてしまうと場合によって白くこう煙を上げながら白く濁ることがあるんですね。アロンアルファを使う場合には必ず自然に固まるのを待ってあげます。まあ 2、3 時間もすれば固まるケースが多いですけれど、なかなかね、冬場は固まらないことが多いですね。で、同じく固まった後に表面を水研ぎして、で、あとバフィングをかければ、まあまあリカバリーはできます。ただ光にこうやって照らしてみると、その処置した部分だけ埋めましたっていう跡はやっぱり残っちゃいますけれど、それはしょうがないですね。で、あと一番大切なこと、自分が失敗してしまったらもうそれを素直に認めてお客様に心から謝罪をするということですね。私も何度か経験がありましたけれど、その説は大変ご迷惑をおかけしました。今ではほとんどそういう失敗はなく過ごしております。はい。ではもう一点ですね。いつも楽しく拝見させております。私も趣味でギターの製作、リペアをしております。ブロックポジションのジャズマスターやジャズベースにネックアイロンをかけるとポジションマークが剥がれたり変形してしまいます。温度を低くするとアイロンが効かなくなるのではと思い苦労しています。どのような方法がいいのでしょうか。ポジションマークには本物の貝が使われている場合と、樹脂製の、いわゆるプラスチックスが使われているケースがありますね。結論を最初に言うと、お客さんにもしかしたら反ったり取れたり、剥がれたりすることがあるかもよっていうふうに、伝えた上で作業します。これを回避する方法はありません。経験上はそれほでもあるっちゃありますね。温度を低くするってことはまずしません。気持ち調整するっていうこともなきにしもあらずですけれど、そんなことやったところで、反ったり剥がれたりするってものは、そもそもそういう風になっちゃうので、低くするってことはまず選択肢にないですね。一番剥がれやすいのは、ブロックポジション、いわゆる四角いポジションマークで樹脂製のもの。で、しかも年月が経ってる古いやつですね。もういかにももう隙間とかがこうちょっとできてて、指で押してみると、あれここちょっと浮いてるんじゃないっていうようなものとかもありますので、そういうものに対してネックアイロンを行うときには、もう必ず事前にお客様にもしかしたら熱によって剥がれたりこう反ったりしてどうしようもなくなっちゃうかもしれません。その際は
ポジションマーク交換代もかかりますけれど、いいですかっていうふうに、了承を得てから作業します。本物の貝が使われている場合も、貝を留めてある接着剤が弱ってると、熱によってその貝がポロって取れたりします。樹脂製のポジションマークみたいに反ったり変形したりするってことはないので、うまくすれば元通りその外れた貝を接着するっていうことが可能ですね。で、あとそうですね、ポジションマークに関しては、フレット交換の際に指板修正を行うじゃないですか。ポジションマークの厚みが、埋まってる厚みが浅いと、どうしても端っこが欠けてきたりね、そういうこともあるので、事前にお客様に対して、もしかしたらこうなるかもしれないっていうのを、ちゃんと伝えておかないと、後々問題になるかもしれないっていう、割と盲点ですね。まあ、なんだかんだ樹脂製のポジションマークよりかは、貝殻の方がリカバリーしやすいっていうのはあります。はい、いかがでしたでしょうか。ここでちょっと趣味の話をさせてください。今年の5月にデリカを購入しましたけれど、約半年乗ってきたんですね。ちょうど1年前の12月の時点で新しい車買うって決めてたんで、その頃からいろいろどういう改造をしようかって頭の中で計画を練ってたんですよ。私キャンプが好きなので、オートキャンプ場とか行った時に 100V のコンセントがないサイトとかの場合に電気ポットで自由にお湯を沸かせたりとか 100V の機器が自由に使えると便利じゃないですか。なのでサブバッテリーのシステムを組むことにしました。回路図とかいろいろ調べて計画してたんですけれど、最初はね、いわゆる中国製のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーでだいたい5、6万で手に入るんですよね。結構大容量のやつが。で、それ実は買ってしまったんですが、たかだか数万円の部分をケチったがために、もし万が一車両火災でも起きて車がパーになるってことを考えたら、やっぱりね、散々悩んだ末に信頼性のおけるメーカーのサブバッテリーにしました。レノジーっていうメーカー、ブランドなんですけれど、これ非常に評判良くて安全性も高いっていうようなことですね。サブバッテリー積む場所なんですけれど、デリカの場合、車体の裏、底の部分にサブバッテリー積むスペースはあるんですけれど、ちょっとそこまですると大掛かりなので、運転席と助手席の間のセンターコンソールボックス、それを取り外してしまって、で、そこに設置しようっていうふうに考えたんですね。今ここまで完成しました。イラストレーターとか使って図面描いて、でやったんですけれど、ドリンクホルダーとか小物入れのボックスとかも設置して、面白いですね。やっぱりこういうのやってる時がね。材はアッシュ材です。色は生地着色で仕上げてます。オイルフィニッシュ仕上げですね。ロゴの部分とかは持てる技術を全て出し切ってレーザー加工機で生地着色をした上でレーザー加工機で焼くことで一皮むけて元の色が出てくるんですよね。でそれでこういう風な感じになります。で、あとここの部分ですね。新型デリカ D5 のフロントマスクのデザインと一緒です。元々のセンターコンソールボックスの足元にも赤い LED ランプがついてるんですよ。で、その LED ランプを流用してここに取り付けることでエンジンオンにした時に格子の部分から内部で赤い光がこうボワーっと光るような感じで、そういう演出も考えました。なかなかいい感じに仕上がったと思うんですけど、どうでしょうと、まあこんな感じでいろいろ遊んでるんですね。なのでなかなか仕事が先に進まないという、申し訳ありません。まあこういう遊びは大切だと思ってますので、これがまあうまく動作したらこの次は何をいじろうかなって今からね頭の中で計画してるんですけれど、まあねあんまりやりすぎるとそろそろ奥さんに殺されそうなので、見えない部分で改造していきたいと思います。ちょこちょこっとね。あれこんなパーツついてたっけみたいな。あ、ついてたよ元からって。そういう感じでこうね、やるのがコツですね。あ、そうだ。もし知ってる人がいれば教えてほしいんですけれど、センターコンソールボックスを外した際に、
こんなね、センサーみたいなのが出てきたんですよ。これ簡単にネジで止まってるだけなんですけれど、最初温度センサーなのかなと思って、エアコンかけながら人肌にこのセンサー触って温めてみても全然エアコンのあれに変化もなくて、デリカって坂道発進の時にブレーキペダルから足を離しても1秒か2秒ブレーキを保持してくれる機能がついてるんですね。なので傾斜角度のセンサーなのかななんて思って坂道発進の時にこのセンサーを手であえて水平にしたり傾けたりして試してみたんですけれど、それも違うみたいなんですよね。もしこのセンサーが何のためのセンサーなのか分かる人がいたら教えてください。ディーラーに聞けよっていう話なんですけれど、また完成が近づいてきましたらこの動画でいろいろ話したいと思いますのでお付き合いください。よろしくお願いします。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。本年も修理どうでしょう。どうぞよろしくお願いいたします。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。